皆様こんにちは、金子です。金子時計店と KI ウォッチの金子ではなく、ただの時計好きの金子としての一発撮りシリーズです。今日は金子時計店の動画の方で例の技術者さんの時計コレクションを紹介させていただきましたので、こちらでは私が個人的に気に入って使っているセイコーのアンティークを見ながら、私なりの時計選びの基準、時計を選ぶ時のなんとなくのルール、こういう時計を選びがちだなっていうのがあるなと思ったので、それについてお話ししたいと思います。実は YouTube のライブを見るのが好きで、いつかやってみたいなって思う憧れがあるんですけど、今日はコーヒーを飲みながらライブ感覚で撮ってみたいと思います。セイコーのアンティークは今3本持ってまして、まずさっきまでつけてたこのオールドクォーツ1978年製のモデルです。でこれは時計のケース本体がグランドセイコーのレディースの手巻きモデルにそっくりだなと思って即決で買いました。よく見ると結構違うんですけど、雰囲気はだいぶ似ています。それであえてクォーツっていうのが面白いなと思って使ってます。次にセイコーのディズニータイムミニーマウスの手巻きモデルです。これも1970年代ぐらいのもので、これもあまり金額的には高いものではないんですけども、そういった時計ほどいい革ベルトをつけてバランスを取りたいなっていうのがあって、どっちも黒子の革ベルトに交換しました。そしてセイコーの中で一番気に入ってるのがこの手巻きのスモセコのモデルで、1980年代ぐらいのものです。で機械はスイスのフォンテンメロンっていうムーブメントメーカーの機械が入っています。これはこの時計だけでも1本動画を作りたいぐらい奥が深いですし、気に入ってる時計であります。それで私が時計を選ぶ基準っていうのを考えてみたんですけども、まずあんまり人と被りたくないなっていうのがあります。みんなが持ってるからとか流行ってるからとか人がいいって言うからとか、そういうので時計を選ぶことはまずないです。自分が見てピンときた、自分がいいって思ったものを感覚で買うようにしています。それから高騰している時計は買わないようにしています。あまりにも高騰している時計は時計本来の本質的な価値を超えていることがあるんじゃないかなって考える時があって、なので高騰している時計には手を出さないようにしています。それから基本的には地味なものが好きで、時計のブランドとかデザインとか何かしらが地味なものが好きです。セイコーはブランド自体は全然地味じゃないですけども、なんかこういう風な普通って思われそうな時計をあえて買うのが好きで、ブランドで言えばこの前紹介したようなブルーノゾンレイみたいなあんまり広告してなくて地味な活動をしているブランドが好きですね。でそれは多分自分だけに分かる良さというか、自分だけが感じる良さを自分だけで楽しむっていうのが好きなんだと思います。時計だけじゃなくていろんなものに言えると思うんですけども、何がいいと思うかとか何が好きだとかこれが好きだとか、そういうのは完全に人それぞれ千差万別感覚がありますので、あくまでもこれは私の感覚です。それがいいかどうかは分かりません。ではまたアップします。ありがとうございました。